おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画は透明水彩で、ベネチアを描きました。こちらの作品となっております。朝日ですね。朝日の差すベネチアの風景を描きました。はじめにですね、大きな下地を作ってます。大きな空、海、この2つだけ、にセパレートした下地を作っておりまして、こういったものはすごく難しいですが、これぜひですね、皆さん初心者の方、中級者の方、大胆に思い切って、下地を作られる訓練をされてみてはどうでしょうか。それにはうってつけの題材かと思います。水害であるとかですね、昔はもう本当ペストとかで島の方に隔離とかしていたということがあって、早く私もイタリアなど海外旅行に行きたいなという願いを込めて描きました。皆様も海外に行った気分でご覧いただければと思います。では、それでは解説をしていこうと思います。ベネチアですね。ベネチアをドンと描いてみようと思います。朝のですね、朝早くにでまず水平線を描くんですけども、これ 2B ぐらいの鉛筆を使っていってます。もう大きいのは定規とかでズボンと描いてしまってます。そこら辺に気がありましたので、ズボンと描いていってですね、空の部分と海の部分を大きく分けて、下地を作っていくという作業をしておりますけどもね、今回はね。でこの辺りかなという当たりと言いますが、当たりをつけていって、あまり強くいきなり描くんではなくて、鉛筆で描くのがすごい時間かかるという人は転写とかでもいいかもしれませんのでね、自分が楽な方法等で、やられていけばいいかなと思います。ベネチアは2018年に行った資料を元に描いていってます。前にある船、も鉛筆で描いていきますね。今回は透明水彩で、この紙はキャンソン紙のボード状のものを使用しております。杭がこういう風に杭というかですね、水辺の杭を描いていって、とにかく大きくドンドンと分ける作業みたいなのが今回のポイントになってくるかと思います。そのあたりがしっかりできると、あとは書き進めるのというのはすごい細かい描写なので、そんなに空がないといえば嘘ですけども私は結構好きなんで、そういう仕事はそんなに苦ではないですが、皆様はどうですか？そういう仕事好きですか？嫌いですか？慣れですけどね、ずっと仕事を続けていくと、もうそれが当たり前になってくる私からすると、パソコンの前にずっと一日中座ってる人とかの方が、例えばお店の店員さんでずっと立って仕事をしている人とかの方が、私からするとすげえなーなんて思ってしまいますよ。あんなことできひんなと思います。私なんかはちょこまか動いてやんといかんというタイプだったりしますもんね。で、鉛筆でこのように書いていきました。そして無駄なのは今みたいに練り消しで、消していきます。柔らかく書いているので、案外簡単に消えます。ここに階段があるところも鉛筆で書いていっております。でこの次の段階というのはマスキング液というのをちょっとだけ使用しております。あんまりうまいこといかなかったんですけどね、マスキング液 なぜかよくわかりませんけども。で無駄な鉛筆はちゃんと消しておきましょう。こういう杭もしっかり書いておきますね。ベネチアという街はですね、これマスキング液、ホルベイン産のチューブ式のものを使っております。美術においても結構重要なポイントで、ベネチア派と呼ばれる美術が発達したんですね。やはり貿易が栄えると、そこの国、当時はベネチア公国というか国だったんですけども、ルネサンスの中でもベネチアで独自の発達を見せますね。ティッツァーノとかですね、ティントレットとかかな、あとベロネーゼとかですね、で大きなキャンバスとかが貿易港だったのでですね大きいキャンバス、麻布があったんですね。これマスキング液で描いて、あんまりこれ効果なかったですけどね、ちょっともうやらんかったらよかったなと思いますけども、ちょっと丁寧に明るいところだけはマスキングしておきました。教会とかの壁画にフレスコ画と呼ばれるもので絵を描いていくんですが、それがもう壁中にできてしまって、じゃあもっとでもでかいのってなった時に、板とかだとなかなか当時静木する技術がなくて、
なんか違うもんにかけへんかなっていう時にすごくこうしっかりした布があるぞということで、船の帆ですね。帆とかに使われていた麻布というところに、下地材エマルジョンというものを塗って、エマルジョンというのは乳化状のことを言うんですが、油と水分が混ざっている状態のことなんですけども、炭酸カルシウムとニカワと油を混ぜ合わせた、僕は白味というのを使っていますが、でこれ空の部分だけしっかりとズボボ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 と水だけをきれいな水をまず塗ります。ズボズボズボと水だけをきれいに塗っておきます。でその白味に簡単に言ってしまうと、油分スタンドオイルとかリンシードオイルみたいなものが混ざり合った状態のものを塗って、あるのがキャンバスの元になりました。今空の部分だけは少し、水を拭き取っておきました。そしてちょっと紫っぽい色を塗ってポンと水が濡れた状態のうちにポンと置きますね。そうすると周りの色と混ざり合っていきますので、でこの辺に雲の切れ間というか白い雲かながある部分は塗り残しておきます。大きな仕事ですね。どんどんと。そしてオレンジ色、朝日です。朝日が昇ってきて朝焼けなんですね。ズボンと。ちょっとこの辺りも黄色い線が入ってますよということで、雲であるとかの隙間から少し黄色い色が、この段階少しムラっぽくなっていても、これは綺麗な水でズボンと塗って、ちょっと濃い色ズボンと塗ってみたりと、怖い怖い怖いと言いながらですね、私もそうですよ、怖い怖い怖い言いながら塗ってます。このぐらい濡れてきたら、さあどうするという感じですね。キャンバス、ちょっと余分なところも拭き取っておいて、ポン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 と乾かないうちに紙を動かしてみましょう。そうすると周りとこのように馴染んでいって、塗りムラというのが少しなくなっていきます。ちょっとここ書かれていないところ、水が塗られていないところありましたっていうところは霧吹きなどでこのようにですね、空の部分だけ、このようにぐーっとで上の方にたまりができるようにしながらですね、少し戻したりして、また向こう側が低い状態にして、これ紙の下にちょろっとだけ映ってるんですけどね、マスキングテープかなんか置いて、要は高さをつけて坂道にしてます。滑り台みたいな状態にして、そして、どんどん上に垂れていきますので、そこに溜まってきた水というのはたまに拭き取ってあげながらですね。でちょっとこう雲などの白いところというのはこのようにティッシュかなんかで拭き取ってあげると、おおよその大きな仕事が出来上がりです。空の部分ですね、ドライヤーで乾かしていってます。このように土台をドンドンと作られるということはどうでしょうか。皆さんやられてみてはいかがですか。空とか皆さん上手に塗れますもんね。ハケとか大きいハケとか使って描いてるんでしょうね。私なんかはあんまり上手じゃないんですが、今回また今度は海の方ですけども、ズドンと大きな敷面を塗ろうと思っております。ズドンズドンズドンと全部に塗ってますね。全部に水をたっぷり塗りました。さあ行くぞーという感じですね。水をたっぷり塗っておきました。上は完全に乾いた状態にしていっておりますよ。ドゥン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 、おお、息張るなって感じですよね。平筆を使っておりますね。ドン。これちょっと今度は上の方に高さをつけておいて、下の方に少し絵の具が動くようにしていってますね。下の方に溜まっていくように。でまずこちらの方から描いていって、で左の方は少し光が入っている状態で、海とかも少し明るめになってます。大きなハケで少しなじませて、手前の方はだいぶ暗くどんどんねえ、大胆ですね。わー怖いわー、できませんっていう感じの人もいると思いますが、思い切ってやってみましょう。大丈夫ですよ。皆さん成功ばかりしてきたわけではないと思います。私ももちろんそうです。大きなね失敗もしたことはあるんじゃないですか。どんうちの旦那がまた朝からゴルフに行ってるのよ、先生注意してくださいとね。旦那さん選びは成功しましたか。
どんと下の方暗くしましたね。大胆でしょ。まだ乾かないうちにどんどんと塗っていって、そしてこうやってこう下の方に絵の具が行くようにして、少しこう周りと混ざり合うような感じにしていくということですね。下の方にこうなんか汚れてもいいようにこう雑巾がなんか引いておけばよかったんですが、うっかりやるの忘れてました。右下が一番高い状態、低い状態にして、左上に高さをつけてですね、私は右下に一番溜まっていくようにしておきました。こう右下に行けという感じですね。で、余分な絵の具とかも拭き取ったりしながら、今マスキングテープを置いて、左上が高さがつくようにしていって、あと若干だけちょっと書いておいて、もうあとはほったらかしですね。もうなんかご飯食べに行ったか散歩に行ったかなんかしてます。このように土台をまず作る。まだ乾いてないうちに少しもうちょっと濃くしておこう。もうこの辺がちょっとね、どの辺で止めるかが一番難しいところやと思いますけども。空と海との間にはっていうあれがありますよね。中島みゆきさんですよね。中島みゆきさんのね、歌は素晴らしいですね。何が言いたいんでしょう。今日何本目撮ってるかよく分かってない状態なので、声も出なくなってまいりました。で、右下の方にたまりにむーっと向かって、そしてこの辺溜まっていっていうのは少し軽めにマスキングテープのところを拭き取っていって、完全に乾いたらほらだいぶ薄くなりますよね。そしていきなり書き出してますけど、だいぶ薄くなったの分かりますか？皆さんが思ってるよりもだいぶ薄くなったんじゃないですか？で、細かい描写をしながらですね、後ろの方から書いていこうということで、もう空に関してはもういじりませんでした。この一発決めで、書き、終えておりますので、一発で決めてます。ねえ、中島みゆきさんですか。細かい描写してますね。これ何の毛って書いてましたかね。なんかリスかなんかの毛やったと思いますね。この今使っている筆は、そういった筆を使っております。この辺はマスキング液をしてあるので、あんまりこう細々やる必要なかったかなっていうか、マスキング液があまり綺麗に取れなかったので、もう初めのうちに取っておいてもよかったなというちょっと後悔しているんですけども。で、この辺細々書いてはいっているんですが、屋根の部分とか壁の部分にマスキング、液をしてあります。うまくいかなくてもまた書けばいいやぐらいの軽い気持ちで僕はいますので、皆さんもね、失敗しても気になさらずにこの辺細々書いていってるところをちょっとお見せしてはいるんですけども、案外この辺全部がベローっと取れすぎて、周りの絵の具も取れてしまってあんまり効果がなかったということなんですけどね。こんなぐらいのペースで書いていきます。奥の風景を描いていってますね。こういうの全部取れました。あれっていう感じでした。そういうことも起きますよね。なんかこうね、慎重にされる方もいるかもしれませんが、私なんか案外大胆にドーンとこう水彩なんかを描いていきますね。油絵の場合はやっぱりプロセスとかしっかり踏むので、あまり雑にはできないですが、透明水彩の場合は僕は結構大胆に、雑ではないですけども大胆にやっていくことが多いです。水彩絵の具とかですね。そういう偶然とかが結構面白かったりするのでですね、あまりこう慎重になりすぎてしまったら、それはそれで途中で失敗したらどないしようってなるので、書きゃいいやぐらいの気持ちで楽観的にやられてもいいんじゃないでしょうか。中継の方も書いていきながらですね。手前なんか相当これ大体にドーンと書きますよ。そういう習慣をお見せできますのでですね。で、中継のこの辺を書いてですね。ペストなどが流行った中世の時代は本当向こうの方の島に隔離して何週間かっていう、ことをしていたんですよね。今の時代にもそういったことがね起こるとは思いませんでしたけども、昔そういうことがあったんですね。やっぱ貿易港だったからいろんな国の人が来て、でもペストが流行ってる時に、2週間隔離した後に、上陸させてあげたりとかっていうことをしていたそうなんですよ。何ですっけ検疫とか空港の検疫っていうのは今もそのイタリア語から来てるらしいですよね。その何日間かという意味合いの意味らしい。すみません、適当に今喋ってますけど皆さん勝手に調べてみてください。らしいんですよ。
でボン、ほら暗いの起きましたね。これはブルーと茶色かなんかを混ぜているんでしょうね。多分こうインジゴみたいな色とバンドシェンナみたいなのを混ぜて、黒に近いような暗い色をドンと置いて、船の影を描きました。黒を置いてしまうとどうしても穴みたいに見えてしまいがちなんですけども、ちょっとブルーと茶色とか混ぜ合わすと若干それで青みがかってる、少し青を多めにしてあげたりすると水の暗い色ぐらいの色になったりもしますし、それに緑を入れたりとかして、暗い水の色で、この辺は波打ちに対して慎重にやっぱ描いていった方がいいですね。今のところなんかね、ちょうど真ん中ですから、波のところに映っている杭の影じゃなくて、なんていうんですか、そういうのを慎重に、こういうのとかもすごい慎重に描いてます。波の方向にちゃんと合わせて描いていく。ベター。水とかもね、皆さん難しいかもしれませんけども、向こうに行けば行くほど水平の線が多く、手前になると少し斜めの線が多くなってくるということが起こります。ですね。で、ドンと杭も力強いですね。なかなか皆さんにはこれ勇気がいるんじゃないですか。ドーンというね。要は中継奥の風景みたいなのがある程度できていたら、もう思い切って大胆にズボンと描いてます。もうちょっと波とか本当は描いてからでもよかったのかなとは思うんですが、それは後でまたその後描いてます。波を描いた後またこの杭を描いていって、僕なんかこうやってガンと画面の構成上強い色とかをドンと初めに置いといて、画面のバランスとかを見るんですね。そういうことをするので、途中段階でもこのようにズドンと置いたりします。で、手前の階段であるとか、船をドーンという感じで置いていきます。なかなか勇気がいりますよね。本当にこの動画は丁寧に作ってありますので、あまり大きなカットとかもしてませんので、この手順通りやったら誰でも描けます。必ず描けますなんて言いながら描けなかったらお金返してよなんて言われても困ります。皆さんね、勝手にやってください。私はそういうクレームは一切受け付けておりません。ね。こう向こうに船の方の先っぽが向こうに見える教会でしょうか、そういうところに向かっていってる状態を描いていっております。ここちょっと調べて、ネットで調べて、向こうの島のところ書いておきましょうかね。向こうにも実際渡ったんですよ、船でですね。私は2018年なので今から3年前ですか。本当にまた海外とか皆さん行きたいですね。イタリアの皆さんぜひね、遊びに行きたいですね。お元気に皆さんされてますか？日本にも遊びに来てくださいね。意外とイタリアの人の視聴者とかが多いんですよ。なぜか分かりませんが、最近見ているとアメリカのに次いでイタリアが案外多くて面白いなと。イタリア語で見てくださってる方とかイタリアの方が多いんですね。ボンジョルノ、ボナセーラですね。イタリア語は喋れないけど挨拶ぐらいなら覚えております。それで右の奥の方もここはほぼ書きませんでした。ドンと暗い面積。今度は左の方もやっぱり画面をバランス見ながらですね、大きく狂わないように書いていってるのが分かりますか？この辺もね、本当に慎重に、どんどんと初めの大胆な仕事に比べると少し慎重ですが、それでもやっぱりこう相当思い切って一発である程度決めてやろうとしているのが分かりますか？力強くですね、ズドンと書道をやるかのごとくズドーンとね、書道とかが描けると絵も描けるんじゃないでしょうかね。ズドーンとですね。これでなんか大きな作りができました。空であるとか海であるとか前景であるとかの暗さ、そしてこのバランスを元に中景をまたディティールを細かい部分ですね、描いていきながら描き進めていきます。全体のバランスの中でですね、このように全体の画面のバランスをしっかり見るということができるようになってくると、描くのが早くもなってくるんですね。実は一箇所だけに執着して描けませんっていうふうにちまちまやってると、なかなかこう自分の納得いくということができなかったりするんですよ。案外
画面全面を見る、遠く離れてみるということをしてみましょうとか、そういうことも必要です。全体を見てみて、ここの色もう少し暗い方がいいかなとか、ここちょっと形がおかしいかなっていうのが瞬時に判断できるようになると、形というのもお上手になってきますし、バランスよくこのように進んでいくことができるようになっていきます。で、このように進んでいくと、やっぱりですね、出ているを描いていくと、そんなに大崩れしないんですね。大きな土台がしっかりできていると、大きく崩れるということが少なくなってまいります。そしてまた細かい水辺をようやく描き出しました。水平奥の方の水のこういう波は水平に近くで、前にある杭とかももうオーバーしてしまってもいいというかですね、もう重なってしまってもいいと思います。後でまた杭かけゃいいやと思えばいいので、このように波を描いていってます。真ん中あたりに波がちょっと強く見えているのは向こう側の境界か何かが映っているからということもあります。その境界に色が若干映っているように、後で赤とかちょっと茶色っぽい色とかを入れたりしています。で、手前の方も少しまだもうちょっと暗くしておこうということで、暗くしていっております。本当に唯一触っていないというところはどちらかというと奥の空の部分でありましょうか。という感じで、波を描いていきました。全体を見ながらこの辺りかなこの辺りかなということで、全く描いていないようなところをなくすように画面のバランスをよく見ながら描いていかれることを私はお勧めします。本当に部分から描いていってもいいんですけどね、バランスとかがある程度取れるようになってくる人はそういうふうに描いていかれたらいいのかなと。ブルーシートみたいなブルーの何かがかかっていたので、コバルトブルーみたいな色をドンと置いてみました。こんな感じで、ある程度描いてきたらちょっとマスキング液をもうすぐ外しますけども、ドロッと取れてしまいました。と思ったんですけど、ええかぐらいの落ち込みです。皆さんの場合、もうダメや、もう無理です、描けませんと落ち込むかもしれませんけど、気にしないでください。また描けばいいやぐらいの気持ちでいいと思いますよ。たまに鬼好評というのをしているとそういうコメントがあります。すごい高い水差し使ったのにとか言いますけどね、失敗したんですけどって、知りません。私はそんな人のことまで知りません。失敗したら自分で少し考えていただけると助かります。はい、水平を描いていってますね。本当により細かく教えてほしいという方はぜひ大学の方に来てください。なんて言って本当に来られたら困りますので来ないでくださいね。自分で一生懸命本読んで解決するとかですね、してくださいね。なかなかですね、皆さんの状況とか全然わからないのですね、すごい細かい質問とかはお受けできませんが、ある程度は質問とかね、ライブペイントっていうのをやってますので、ほら、マスキング液外したらなんか書いてたの全部取れたでしょ。だからマスキング液を外す瞬間も動画に撮ったんですが、なんか恥ずかしかったのでもう消しました。で、ちょっとこういう細かい描写をしながら中継を描いていっております。ちょんちょんちょん。わー、細かいって感じですね。これは980円の筆でしたね。なんて筆かは知りません。で、奥のこういうとこすごい慎重にやってくださいね。一番突端出っ張ってるとこですから、ここは失敗したら飽きませんよ。特に物の形の出っ張っているところというのはやっぱ目立ちます。ね、ここのところの境界のこういうなんていうんですかね、こういうのは出っ張ってるところはすごく絵の中でアクセントになりますので、で紫色でちょっと影を描いていっているんですね。影の中の窓であるとかっていうのを描いていってるわけです。完璧には書いてないです。少しずつ数も一個一個完璧に数えてますとかいう人いるかもしれませんけど、これ分かりやすいですね。今の窓の描き方なんかね、暗いとこピューっと書いて塗り残ったとこが白い窓になっているという状態ですね。そうか、こういうのも結構皆さんにいいかもしれませんね。窓をですね描くときにですね、細かいっていう感じでしょうね。ちまちま中継、奥の景色の一応メインとなるようなとこですからね、ここすごく慎重にやっていってます。こういうとこもそうですね。
一発で決まるなら一発で決まった方がいいと思っているので、そんなにここで決めてやるというような気持ちでやっています。後からまた書くことももちろんありますけども、ある程度まではここで終わるならそれはそれで結構っていう感じですよね。で、奥のこういう窓とかも描きながら屋根とかの影を描いていって、ようやくリカバリーできたかなという感じになってまいりました。リカバリーすればいいだけの話かなと思ってるんで、多少の失敗ぐらいはもう全然気にせずにやっていってます。今回はこの部分の細かい描写を中心に、お見せしようと思っておりました。というわけではなかったんですが、マスキング液画で、全部剥がれてしまったので、ここを中心に見せるという、大きく空を作り、水を作り、手前のとこどんどんと描いていって、中継とかこのすごく今なんかすごく慎重にやってますよね。こういう慎重にやる仕事と大胆な仕事みたいなのをなんていうか兼ね合いみたいなのをお見せできればなと思いました。それができるようになってくると皆さん描けるようになりますよ。私の動画見てるとなんか私も描けるような気分になってきてしまいますなんていうコメントをよくいただけます。はい、魔法のようですよね。描けると思いますよ。という感情のないコメントをしてみました。大丈夫ですよ。皆さん誰でも描けますよ。という感情のないコメントをしてみたりとかして。今日は5月の、会議があと7分後にあります。録音がぼちぼち終わらんかなと思いながら見ています。オンライン会議というやつですね。今福岡も非常事態宣言が今日は 5月の19日ぐらいかな出ているので、大学もオンライン会議ということで研究室で会議に出席するんですけどもね。ちまこれ光が向こう左側の方から朝日が昇ってきて、ここの窓のとこに黄色い、太陽がバーンとぶつかっとるんですよ。擬音ばっかりやないけって感じかもしれませんけど、そういうところはすごい慎重に描いていってますね。白い塗り残した上に、黄色いのをボンと置いたりとか、こうやってディティールを暗いところは暗いのちょんと置いてってますね。こういうのができる人とできない人いるでしょうね。向いてない人がいると思います。私は全然苦じゃないんですね。こんなのね。ちゃんと。写実派の人だと思いますので、私自分で言ったことがないからですね。どうしてもカテゴリーの中には入っているので、そういう特集等では取り上げていただけるので大変ありがたいですが、もう名乗るにははばかれるというところがあって、すごい人たちがいっぱいいるのでですね、なんか自分から名乗るということはしたことはないんですね。だからこんな、逆に言うとこれだけのびのび自由にいろんなことができるのかもしれませんもんね。こんなことやりたい、あんなことやりたいと思ったらのびのびできるのは私のいいところなのかもしれません。こんな感じで一応メインとなる部分は本当にゆっくりです。ゆっくりお見せしました。密度をガンガン詰めていく作業をお見せすることが今回できたことは良かったかなと思います。細かいですね。そしてまた全体のバランス、奥のところがもう出来上がったような感じになりましたね。あら不思議って感じですか？どうですか？そして、もうちょっと密度、水面とかを描きながら密度をどんどん詰めていこうとしております。こんな感じで画面全体のバランスも詰めながら進めていっております。パレットもやっぱり見せたいのでですね、ちょっとこの辺がちょっと向こうの建物の色が映り込んでいるような状態にして少し黄色っぽい感じが感じられました。そういうのをよく観察をしてください。写真とか見てもやっぱりですね、現象には理由があるはずです。なぜここがこういう風になっているのかなという、すごいですね、今ドラマのガリレオみたいなことを言いましたね。ガリレオってドラマ、福山雅治さんの現象には理由があるとかいう感じ、物理学者の先生のはなんかそんな本当にそれはあるんですよ。絵描いてる時になぜこうなんだろうって考えることは大事なんですよ。よく写真を丁寧に写していってる人とかいるんですけども、すごく無機質になる絵とかあるんですね。でそれはただ色写しだけになっているので、でもそこには何があるからこうなんじゃないか、ああなんじゃないかって理由つけていくと、その筆致一つでもやっぱ変わってくるんですけどね、普通はね。
だからちょっとそういうことが現象には理由があるみたいなことを少し今日の名言ですね、考えながらなぜこうなのかなとかって考えていくと絵はぐいぐいと上達していくはずです。あなたも必ずぐいぐい上達していく。大きなハケでまた書き出しましたね。ちょっとこうバランスを見ながらですね、まだ波を少し暗い波を書いておこう。下をもっともっと暗い沈んだ感じにしていこうかななんていうことで、少しこういうふうに、薄くグレーズのような仕事ですね。大きな仕事で、細かい仕事に対して大きい仕事もどんと塗って、バランスをもう一度整えていく、トーンを整えるという感じでしょうか、バルールを整えるというんでしょうか、そういう仕事もしていきます。より暗く手前がなってくることによって、奥により目が行くんではないでしょうか。会議の時間がやってまいりましたので、この辺りで私のうるさい解説は終わりたいと思います。最後までぜひご視聴いただければと思います。ダイジェスト版も確かあったような気がいたします。ご視聴ありがとうございました。いかがだったですか。ベネチアの風景でございます。大きな仕事と、あとは水面を描くコツですよね。奥をこう描いていくということの、波を描いていくということの参考になればと思います。皆さん苦手なところかもしれませんがね、僕も40肩50肩を気にしながら頑張って水平ね、皆さん右利きの人は右下がりになっていきますので、そういうとこ注意しながらぜひ描いてみてください。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。